みんな陰でめちゃくちゃ練習してるんだろうなっていうのがビシビシ伝わってきますね。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ニーアイ花咲く道オフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回の MII の花咲く道なんですけど、メンバー一人一人の個性と魅力がですねものすごく表現されたような内容のミュージックビデオ、そして歌声だったんじゃないかなっていうふうに思います。そういった部分を徹底的に分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速 MII 花咲く道歌声分析 GO！ 最初は鼓さんかな。相変わらずの歌の安定感ですよね。で、鼓さん歌声ももちろん素晴らしいんですけど、それ以上にですねリズム感がえぐいですよね。こういったバンドサウンドって歌との一体感、ここがですね非常に重要視されます。音楽の専門用語ではグルーヴっていうんですけど、このグルーヴしている感じを出すために鼓さんどういうテクニックを使ってるかっていうと、全体的に音を切るスタッカート、これとですね子音の発音の強さ、この2つを意識して歌ってるんですよね。そうすることによって歌声に躍動感が生まれてきます。そこがまずめちゃくちゃかっこいいですよね。で、声の出し方的にはですね、鼻の鼻腔共鳴とですね、口の中の口腔共鳴、この2つを中心に声の音色作りをしてます。鼻腔共鳴がですね、声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時にすごく必要になってくるポイント。そして口の中の口腔共鳴はですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによっては歌声の声量のブースト、そして喜怒哀楽の感情を歌声に乗せたりできるポイントです。もう一回聞いてみましょう。ね、全体的に音切って歌ってますよね。これがですね、鼓さんの歌声のこのかっこいい雰囲気を表現しているポイントなんですよね。やっぱすずさん美しいですよね。歌声もだし、ルックスもだし。で、すずさんの歌声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらが中心になってるんですよね。で、どことなく儚い雰囲気も出てるじゃないですか。これはですね、歌声に息の音を混ぜるウィスパーボイス、これを少しだけ使ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。で、追っかけは恵子さんかな。ラジオボイスみたいな声の加工が入ってますよね。これディストーションっていう音質加工がされてます。ちょっと歌声が一歩後ろに下がったような感じでビリビリとしたような質感になる音質処理なんですけど、恵子さんの声にすごく合ってますよね。今の桃奈さんの声を聞くと、先ほど鼓さんの時に言ったスタッカート、これがすごく分かりやすいかなっていうふうに思います。特に歌い始め前半、めちゃくちゃ音を切って歌ってるんですよね。それがまたかっこいいですよね。で、声の音色作り的にはですね、鼓さんに近いですね。鼻の鼻腔共鳴と口の口腔共鳴で、割合的にはやや鼻の方が多いかな。もう一回聞いてみましょう。最後のもの、ここの裏声の抜きもすごく素敵ですよね。桃奈さん表現力も素晴らしいですよね。今のところはみゆさんかな。みゆさんの歌声はですね、鼻の鼻腔共鳴中心ですね。すごく可愛らしい、美しい音色の歌声だと思うんですけど、鼻腔共鳴を中心にすることによって、声がキラキラとしたような成分が出てくるんですよね。ここが前面に出ていて、とても素晴らしい歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。
で、子音の発音の仕方もなんか日本語ではなくて英語っぽいような子音の発音の仕方してますよね。ありがとうとか、こういうふうに言葉をですね、英語っぽいとか、韓国語っぽいとか、国外の言葉っぽい発音を入れることによって子音を強調しやすくなってくるんですよね。その結果、バックのサウンドと歌の一体感が生まれてきます。先ほど言ったグルーヴですね。めちゃくちゃかっこいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい声ですね。ここはリノンさんかな。さっきかわいいって言ってピンときた方いると思うんですけど、鼻の鼻腔共鳴が中心ですね。一番鼻腔共鳴の音色が強い歌声だと思います。で、リノンさんラップも担当することが多いからっていうのもあると思うんですけど、歌のリズム表現がですね、めちゃくちゃ素晴らしいですね。そこまでスタッカートを使ってるわけでもなく、歌詞の子音を強調しているわけではないんですけど、リズムの躍動感がすごいんですよ。これどうやってるかっていうと、言葉一つ一つを大事に歌ってるんですよね。はっきりと発音して歌ってるというか。で、特に海外の発音の仕方を取り入れたっていうわけでもないんですよね。日本語の発音の仕方を大事にして歌ってるみたいな。これがね、素晴らしい。日本語の雰囲気を大事にしつつ、なおかつ可愛らしい雰囲気で表現するっていうね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃ素敵な声ですよね。見た目も可愛い、声も可愛い。完璧ですね。高いね。最後のからのところ。で、ミュウさんなんですけど、今ね、すごく器用な歌い方をしていたんですよね。中音域ぐらいから最後の方でグイッと音域が高音域に上がるみたいなフレーズだったと思うんですけど、この中音域のあたりは口の中の口腔共鳴中心の歌声になってるんですよね。で、高いところを出す時だけ鼻腔共鳴中心に変えてるんですよ。この声質変化というか声質コントロールがですね、素晴らしすぎます。もう一回聞いてみましょう。声の勢いもめちゃくちゃかっこいいしね。もう言うことないですね。ういさすがですね、あやねさんの歌声は。この短いスパンでめちゃくちゃ広い音域歌ってるじゃないですか。で、この安定感でしょ。素晴らしすぎますよね。で、あやねさんはですね、鼻の鼻腔共鳴が中心なんですよね。このコントロール力がですね、すごすぎます。プラス、リズム感もすごいし、声量のコントロールもですね、すごいんですよね。音域が幅広かったとしても、声量がほぼ一定なんですよね。一般的には音域が高くなればなるほど声量が上がるし、低くなればなるほど声量が下がる。これがね、普通なんですけど、先ほども言ったように、あやねさんはですね、幅広い音域で、ほぼ声量が変わらない。高音域になれば、多少は上がりますけど、そこまで大きく声量が変わらないんですよね。これが、あやねさんの歌声を聞いた時に安心して聴けるっていう最大の要因かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。先ほどの声量が変わらないって言ったのが今一番わかりやすいところは、花咲くのあたりかな。花咲く道みたいに裏声から地声に変わるじゃないですか。ここでも声量が変わってないんですよね。普通裏声の方が声量が小さくなるんですけど、ここがね、すごい。体がものすごくリラックスしている状態で、腹筋と背筋のみを使って歌っている証拠かなっていうふうに思います。腹筋と背筋以外に力が入ってしまうと、声って辛そうに聞こえたり、先ほど言った高い音域は声量が上がって、低い音域は声量が下がってみたいな現象が起きてしまうんですけど、歌の基礎力もテクニックもめちゃくちゃレベルが高いですよね。今のところもそうですよね。もう声量がね、ほぼ一定なんですよ。だから聞きやすいんですよね、あやねさんの声は。
あやねさんの歌声に憧れてる方、ちょっと前にですね、そういう方向けのボイトレ動画を公開しました。こちらのサムネイルの動画。興味ある方はですね、概要欄にリンクありますんで、ぜひ見てみてください。あやねさんの歌声みたいになりたい方の基礎的な部分をですね、強化できるような内容になってます。もう一回今のところ聞いてみましょう。で、表情をですね、あまり大きく動かさないっていうところもあやねさんの歌い方の特徴の一つかなっていうふうに思います。で、力強く歌いたい時だけ口を大きく開けるんですよね。今のところで言うとセレブレイトのところだけ口をグッと開けるんですよ。だからこういった細かい部分の表現方法もですねすごいんですよね。パワフルな歌声ですよね。で、ももなさんはですね、ここでは肺の中の胸腔共鳴っていうところをメインにして歌ってます。主に声の太さだったり、声のパワー感のコントロールをするようなポイントなんですけど、この歌声のパワフルさはですね、胸腔共鳴で作られたものですね。で、その声の出口を鼻にしているみたいな、そういった声の出し方です。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。こういうロックな楽曲でこのパワフルな歌声めちゃくちゃ合いますよね。ういめちゃくちゃ音域高いですね。そしてこの裏声がですね、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これどうやって出してるかっていうと、声のほとんどを鼻に入れるんですけど、その声の出口のイメージをですね、頭から天井に向かって出ていくみたいなイメージの発声方法です。この音色をですね、ヘッドボイスって言うんですよね。このように声を出す方向のイメージを変えるだけでいろんな声の表現ができたりします。もう一回聞いてみましょう。すごい。今までのミーアイの楽曲もものすごい素晴らしいんですけど、なんかさらに成長した姿をユーミーの皆さんに見せたいっていう気持ちも込められたような楽曲かなっていうふうに個人的に思います。一人一人の個性を表現できる部分が増えましたよね。こういうの嬉しいですね。いいね。すずさんかな、ここは。やっぱり歌声が儚いですよね。しかもこの地声から裏声につなげている部分がですね、ものすごく幻想的な雰囲気がして、聞いていてうっとりしちゃいますね。で、この地声と裏声の連結、うまくやるにはどうすればいいかっていうと、先ほど声を出すイメージのお話をしたと思うんですけど、地声と裏声の声を出すイメージの位置をですね、統一します。例えば地声をこういう風なイメージで出してるんだとしたら裏声もここ。このイメージがずれてしまうと地声と裏声の連結がですね、うまくいかないんですよね。みゆさんそのテクニック使って歌ってます。もう一回聞いてみましょう。幸せはここにあるっていう風に言ってるんですけど、多分口はあまり開いて歌ってないんですよね。なので声の雰囲気的にはちょっと物悲しいみたいな感じになってるところがまた儚いんですよね。すごく魅力的な歌声かと思います。ここは先ほど歌ったところよりもラップに近いような感じで歌ってますよね。口の中の口腔共鳴が中心になってます。なので1番よりも今のところの方が言葉の輪郭がですねはっきりしてますよね。プラスその声を鼻に入れてちょっと鼻声の音色をですね歌声に乗せてるんですよ。だから言葉もはっきり聞こえるし、リズムの躍動感もものすごい感じれるし、そしてなおかつ可愛いっていう歌声になってますよね。もう一回聞いてみましょう。で全体的にスタッカートですよね。
さらっと歌ってるようで、こういったテクニカルな部分もものすごく盛り込んでるから、ミーアイってすごいんですよね。歌の実力半端ないです。やっぱり恵子さんとりのんさんのこの掛け合いが来るとすごくエモいですよね。感動しちゃう僕。で、恵子さんの歌声なんですけど、ミアイの中では一番大人っぽい感じの声かなっていうふうに思います。で、大人っぽい声の音色成分としては、胸腔共鳴の音色がですね、メインになってくるんですよね。で、恵子さんの場合も胸腔共鳴が中心。そしてそこに少しだけ口腔共鳴、口の中の音色が歌声に乗ってるような感じですね。もう一回聞いてみましょう。ミーアイの中でも恵子さんの歌声って一つのフックになってたりしますよね。声質の系統がやっぱり大人っぽいっていうことで、恵子さんの歌声がポンって入ってきた時に耳が向いちゃうっていうか、そういった魅力あると思います。綺麗な声ですよね、あやねさんの声ね。どんな言葉になっても声の音色がですね、微動だに変わらないんですよ。さっきから言ってる音色バランス。鼻の鼻腔共鳴が中心なんですけど、口がこう開くと言葉によって声の音色って喋ってる時もそうなんですけど、普通変わるんですよ。でもあやねさんの場合はそれがないんですよね。だから全ての言葉をあやねさんって全部同じ声で表現できるんですよね。今のところ分かりやすいと思います。もう一回聞いてみましょう。最後の高音のところだけちょっと鼻の音色が強調されたような感じにはなってますけど、基本的に全部同じ声ですよね。で、この綺麗な声にうっすら入ったウィスパーボイスがですね、また幻想的な雰囲気を感じさせてくれますよね。やっぱ桃奈さんの歌声ってバンドサウンド合いますよね。このパワフルな歌声と、あとね、言葉の発音の仕方がやっぱりこういったバンドサウンド寄りなんじゃないかなっていうふうに思います。全体的に投げ捨てるような感じで発音する歌い方というかね。もう一回聞いてみましょう。からのところとか、特に。いや、発音の仕方めちゃくちゃかっこいいですよね。見た目あんなに可愛いのに、歌がめちゃくちゃかっこいいって、このギャップね、最高ですよね。ういここで鼓さんなんですね。高音域の安定感ってやっぱりこのリズム感がですね、サビのノリをぐいぐいと前に押し出していく感じめちゃくちゃかっこいい。で、鼓さんは裏声と地声をですね、分けるタイプのボーカリストですよね。裏声は頭のてっぺんから上に抜けていくようなイメージで出して、地声はですね、どちらかというとこの前方向に出すような歌い方なんですよ。歌声って前に向かって出そうと思えば思うほど力強い歌声になります。で、後ろに弾くような雰囲気で歌うと柔らかい声になるんですよね。こう分度器で考えた時の0度が一番強い声で、180度に向かっていくにつれてどんどん柔らかい声になっていくというか、こういった声を出す方向のイメージの感覚がですね、鼓さんはものすごいですね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。裏声で美しさを、地声でかっこよさをっていう感じです。で、鼓さん、この高い音域、やっぱりこのパワフルさを出すってことで、胸腔共鳴の音色もですね、少しだけ入ってますね。だから、鼻腔、口腔、胸腔、全部使ったような歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。いやー、かっこいいですね。いや、もうほんとミーアイって歌の才能の塊かなっていうふうに思います、僕は。オーディションの時からみんなめちゃくちゃ歌うまかったですもんね。その時はね、特に注目されていたのは、あやねさんと鼓さんでしたけど、今はもう全員同じぐらいのレベルっていうかね、
そしてそれぞれの個性もですね、ものすごく際立っていて、いや、ほんと素晴らしいガールズグループですよね、MIA。ミウさんも音域が上がったこのサビのポイントはですね、胸腔共鳴の音色が少し歌声に入ってるんですよね。なので A メロとか B メロを歌っていた時よりも声質が太くなってると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら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 ですよね。なんかミーアイこの声の出し方してる人多いですね。高い音域になったら胸腔共鳴の音色を少し歌声に足すみたいな。みんな同じ先生にボイトレしてもらってんのかな。だったら納得ですね。詳しい方ぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。いや、すごいね。このハイトーン。これね、ミックスボイスっていう声なんですよ。裏声と地声の中間の声で、歌ってる本人としては裏声に近いかな、声の出し方的には。でも聞いてる側からすると地声に聞こえるっていうすごくミラクルで、歌を勉強している方が一番習得したいテクニックがですね、ミックスボイスだと思います。できるようになるまで時間かかるんですよね、これ。いや、すごいです。もう一回聞いてみましょう。すごいね。すごい、このハイトーン。ミュウさんもめちゃくちゃ歌うまくなりましたよね。いや、みんな陰でめちゃくちゃ練習してるんだろうなっていうのが、ビシビシ伝わってきますね。やっぱり恵子さんの歌声が来るとガラッと雰囲気変わってものすごく耳が引きつけられますよね。そう、これなんですよね。やっぱりさっき言ったMIAの中で一つのフックになってるっていうのが、声の個性がめちゃくちゃ輝いてますよね、恵子さんの歌声って。で、どちらかというと綺麗な歌声っていうよりは日常会話的な雰囲気で気持ちを届けてくれるっていうような歌声だと思うんですよ。だからすごく声を聞いて親近感が湧きやすいと思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。で、この恵子さんみたいに地声と裏声の境目をですね、あえて分かりやすいように歌うっていうのも泣きのフレージングみたいな感じですごく聞き応えありますよね。で、持って生まれたこのハスキーな歌声もものすごく魅力的だし、かっこいいね。これね、ギャングコーラスっていうレコーディング方法なのかな、歌声なのか。マイクがあって、その周りをですね、メンバーで囲んで、ちょっと離れたところでレコーディングをするんですよね。そうすると、こういった、なんか掛け声ではないですけど、大勢で歌ってますっていうような質感をですね、レコーディング収録することができるんですよ。もう一回聞いてみましょうか。で、オクターブになってますよね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のド。この音関係をオクターブって言います。同じメロディーなんだけど、高いパートと低いパートがいる。こんな感じかな。これが歌声を聞いていて、どことなく透き通ったような雰囲気を感じさせてくれるパート割りになってますね。儚い美しくて儚い。で、最後地声でも歌える音域なのにあえて裏声に行くっていうところがすごくいい。これが泣けちゃいそうだよっていう言葉の雰囲気を表現していますよね。もう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですよね。で、多分口はほとんど動かしてないんですよね。で、音色の中心をですね、口腔共鳴にしてるんですよ。
そうすると今のすずさんみたいな歌声が表現できます。最初の裏声のところだけ鼻の鼻腔共鳴中心でしたけど、いや本当に素晴らしいですね。うわ綺麗な声。この落ちサビだからこそこの歌声をチョイスしてると思うんですけど、ここで鼓さんヘッドボイスを使ってますよね。特にこのハイトーンの裏声のところね。もう一回聞いてみましょう。で地声になったところもものすごく柔らかい声を表現してますよね。これはね、鼻声の音色を声に足すんじゃなくて、鼻に通す声の量を増やすんですよね。すごく繊細な声の使い方になるんですけど、鼻にいっぱい声を通すことによってこの柔らかい声が表現されています。この徐々に徐々に盛り上げていくっていう感じがすごくドキドキさせてくれますよね。次の展開が気になってくるような表現方法っていうか、もう一回聞いてみましょう。徐々に徐々に胸腔共鳴の音色を増やしているんですよね。そうすることによって声のパワーがじわ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 上がってくるような歌い方になってます。ここやばいね。ここやばい。あやねさんの歌ももちろんすごいんですけど、それを上の音域でハモるこの上ハモリの音がですね、めちゃくちゃ高いんですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほらやばいね。誰が歌ったんだろう、この上ハモリ。あやねさんが自分でやったか、鼓さんがハモったかなのかな。気になりますね、これは。バンドミーアイいいですね。今更かもしれないですけど、ごめんなさいね。歌にちょっと集中しすぎて映像の方にあまり触れることができなかったんですけど、バンドミーアイ見てみたい。今見てますけど、今後こういう展開もあるのかな。期待大ですね。メインボーカルはリノンさんなんですね。パフォーマンスがもうね、メインボーカルって感じですよね。このミュージックビデオを見る感じ。今まで見れなかった違うミーアイの魅力がこのミュージックビデオには詰まってますよね。ダンスパフォーマンスじゃないっていうところがね、また新鮮かなっていうふうに思います。かっこいいね。さっきメインボーカルリノンさんって言ったんですけど、このバンドではメインボーカルはミウさんなのか。リノンさんベース弾いてましたよね。そっか、失礼しました。いいねー、最高ですね。いやー、素晴らしいミュージックビデオ、そして素晴らしい歌声でしたね。以上、ミーアイ花咲く道歌声分析はここで終了です。いやー、最高すぎましたね。一人一人の歌声もものすごかったし、歌声の進化もですね、ものすごく感じられて、めちゃくちゃ感動しました。そして何より今回のミュージックビデオ、先ほどもちらっと言ったんですけど、ダンスパフォーマンスじゃないっていうところもですね、ものすごく新鮮な感じがしましたし、これからの MII の新しい魅力になりそうだなっていう予感もありますよね。もっともっと MII の魅力をですね、多くの方に伝えたいなっていうふうに思ってますし、多くの方に MII を知ってもらいたいなっていうふうにも思っていますので、こういった MII の新しい魅力がですね、公開されるミュージックビデオ、個人的にめちゃくちゃ嬉しいですね。これからも MII 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。